どうもきみまろです。今日は冒頭の映像を撮影したこちらのソニーの新しいレンズを紹介します。紹介するのはこちらの3本。まずこちらが FE24mmF2.8G、 そしてこちらが FE40mmF2.5G、 そしてこちらが FE50mmF2.5G、 この3本の G レンズです。この3本のレンズを今日1日使ってみての感想としてはですね、もうとにかく使いやすくて撮影が楽しかったです。そんなね、こちらの3本今日紹介していこうと思うんですけども、ご覧の通りかなりコンパクトで、本体のサイズは3本とも一緒で直径 68mm、長さ 45mm ということなんですけども、焦点距離がそれぞれ 24mm、40mm、50mm となっております。手に取ってみてもかなり軽いんですよね。ほんとね、よく見ると細部までこだわられた高品な質感で、もうね、見た目からもかっこいいんですよね。今日はこちらの α7C につけて撮影してきたんですけども、この α7C のキットレンズで FE2860mm F4 から 5.6 っていうのがあるんですけども、それとね、サイズとしてはほぼ同じサイズですね。α7C に取り付けるとこんな感じです。かなりコンパクトですよね。僕は普段からソニーの α シリーズを使っていますが、今撮影しているのも α7S3 で、その前も α6600 をずっと使ってまして、今日こちらもソニーさんからレンズと一緒にお借りした α7C にこのようにつけて撮影しましたけどね、こういった α7C や、あとはね、僕持ってないですけど α7-3 と一緒に使えばね、コンパクト志向が強い方にはね、より魅力的なんじゃないかなと思います。ほんとコンパクト。もちろん今撮影している α7S3 のようなフルサイズカメラにね、搭載してもレンズ自体が軽くて使いやすいので、非常に心強いんじゃないかなと思います。この3本ね、そういった全ての α ユーザーにおすすめしたいレンズだなと思いました。コンパクトさだけじゃなくて、もちろん性能も申し分なくて、ここに G と書いてますけども、ソニーのね、純正の G レンズなので、高い描写力、解像力ね、ボケ身なんかをね、表現してくれます。僕は外出するときは α6600 に何かレンズ1本つけて持ち歩くことが多いんですけども、いつもね、持っていくレンズに迷うんですけども、これだったらね、レンズ自体がかなり小型で軽量なので、もう3本とも持っていってもね、全然問題ないんじゃないかなと思います。今回もね、バッグに3本入れて持ってきましたけど、ほんと軽いなと思いました。あと3本とも同じサイズ、同じ重さなので、ジンバルを使う方にもバランスが取りやすくてね、使い勝手がそういう意味でもね、いいですよね。APS-C 機にも対応してますので、こういう α7C のようなフルサイズのカメラを持っていない方でも、もし α6600 とか APS-C 機を持っているのであれば、それでも十分楽しめるんじゃないかなと思います。作例もご覧いただきながらちょっと解説してみようかなと思います。はい、作例ですが、まずそれぞれのレンズで開放で撮ってみました。 24mm は開放だと F2.8 で、 40mm と 50mm は開放だと F2.5 なんですけども、こんな感じで F2.8 とか 2.5 でもね、十分綺麗に背景がボケます。主題となる被写体にしっかりフォーカスがあって、それで背景が綺麗にボケてると、やっぱり被写体がすごい際立ちますし、おしゃれな雰囲気の写真になりますよね。こんな感じでね、ボケ身も十分なんですけども、あとこちらは 24mm のレンズで F8 まで絞って撮ってみましたが、隅々までね、解像度が高く表現されてるのがわかるんじゃないかなと思います。全体にしっかりピントがあって表現されてるので、トリミングの耐性とかもね、高そうですね。あとこれは同じ場所からレンズをそれぞれ変えて撮影しています。こちらは 24mm で撮影していますけども、 24mm だとやっぱり広角で撮れるので、背景をね、広く映したい時とかはね、隅々まで綺麗に撮れますよね。あと 24mm だと狭い室内とかで撮る時とかも広々撮れてね、部屋が広く見えていいんじゃないかなと思います。ちなみに α7C のキットレンズだと広角端は 28mm なんですけども、数値上だとこの 24mm とは 4mm しか差がないわけなんですけども、広角端の 4mm って画角に結構大きい差が出るので、この 24mm っていうのはね、広角で撮影するときにはね、非常に強みになるんじゃないかなと思います。それでこちらは 40mm の開放で撮っていますが、僕普段から 40mm のレンズも結構使うので、結構ね、この画角好きですね。こういう風に背景に風景広々置きながら物撮りするとかね、そういう時にも合うんじゃないかなと思います。割とね、幅広いシーンで活躍できるとは思ってますね。続いて 50mm ですね。 50mm は数値上でも 40mm も 10mm 焦点距離が長いため、こんな感じでね、より背景をね、大きくぼかして撮影できます。このボケ身がね、ポートレートとか撮影する時にもね、非常に綺麗に映るんじゃないかなと思います。フォロワーがちょっとこたつを撮ってみましたけど、こんな感じでペットとかね、人物のポートレートなんかにぴったりです。こういう風にね、前ボケもすごい綺麗に映るので、手前に何かを置いて、その奥に被写体を配置した状態で撮影すると、このように奥行きのある立体感のある絵が撮れますね。あとオートフォーカスも非常に速くて、
これ瞳オートフォーカスで、この α7C にも動物の目を追従する機能がついてますので、それでこたつの目をオートフォーカスで追ってますけど、このように瞳オートフォーカスも非常に精度高く素早く追従してくれますね。これいうのもいいですね。やっぱりソニーの純正レンズだと本体の性能をしっかり引き出してくれる感じありますね。もちろん人の目の瞳オートフォーカスっていうのも素早くフォーカス合わせてくれるので撮りやすいんじゃないかなと思います。続いて動画の作例もご覧ください。こちらもね、写真同様に、非常に高い描写力ですよね。解像力も高いし、ボケ感もとても綺麗なので、映像は特にね、ボケ感が出るとおしゃれに見えるのでね、僕も Vlog とかでよくそういうおしゃれな映像にしようと思ってボケ感を多用したりしますけど、そういう意味でもね、レンズのボケ感っていうのは非常に重要なんじゃないかなと思います。開放で撮るとね、こんな感じで綺麗にボケます。で、動画撮影にレンズを数本持ち歩くのって結構大変なので、僕はねだいたい1本しか持ち歩かないんですけども、これはね3本ともこういう風に軽量でコンパクトなので、3本全部バッグに入れて持ち歩いてシーンに合わせてレンズを変えるなんていうのもね非常に簡単でした。あとね、個人的に使うと思ったのはやっぱこの 24mm はね Vlog 撮影にちょうど良さそうかなと思いました。広角なので自撮りをしても背景まで入りますし、綺麗にボケるし、あと僕のように部屋で YouTube を撮ることが多い方にもねちょうどいい価格だと思います。ちょっとカメラを α7C に変えてみますね。はい、こちらが α7C に 24mm のレンズをつけて撮っています。今ね、カメラとの距離も非常に近くて、もう手を伸ばせば届くぐらいのところに 24mm のレンズがあります。こんな感じで 24mm だとこの距離でもねこれだけ広く映すことができます。あと動画においてもオートフォーカス性能が高くて、こんな感じですぐにねフォーカスが合ってくれます。あとオートフォーカスの駆動音も静かなので、カメラ内蔵のマイクが駆動音を拾ってしまうってこともないのがね嬉しいです。あとリアルタイム瞳オートフォーカスやリアルタイムトラッキングなんかもねしっかり対応してくれています。あとマニュアルフォーカスにはリニアレスポンスマニュアルフォーカスを採用しているため、直感的なマニュアルフォーカス操作が可能です。僕結構マニュアルフォーカスも使うので、こういった精緻なピント送りができるのも助かるんですよね。最低撮影距離は 24mm のレンズだとマニュアルフォーカス値で 0.18m まで寄れます。18センチまで寄れるってことですね。この辺か。これぐらいまで寄れますね。で、オートフォーカス時だと 0.24m。ちなみに 40mm のレンズだとマニュアルフォーカス時で 0.25m で、オートフォーカス時で 0.28m。50mm のレンズだとマニュアルフォーカス時で 0.31m で、オートフォーカス時で 0.35m まで寄れます。かなり近づいて撮影できますね。あとレンズの作りに関しても少しね詳しく触れておきたいなと思うんですけども、こんな感じで先端の部分にフォーカスリングがついていて、でここにね縁を変える絞りのリングがついてるんですけども、絞りのリングはクリック切り替え可能になっていて、今カリカリカリと音がしますけども、ここにクリックオンオフというスイッチがあるので、これをオフにするとこんな感じで絞りリングを回してもさっきみたいにカリカリ音がしないです。動画撮影をするときとかね、このクリック音を出さずに F 値を変えるとかっていうのもね、やると思えばできますね。あとこちらにフォーカスホールドボタンがあって、その下にはフォーカスモード切り替えスイッチですね。オートフォーカスとマニュアルフォーカス切り替えスイッチもここについています。このようにレンズは小型軽量にもかかわらず直感的操作性も実現してくれていてね、このあたりソニーさんのねこだわりが伺えますよね。それでレンズの外装とか、こちらフードですけども、こういったレンズフードはアルミニウムを使用していて、それでここの絞り値とかこういった焦点距離とかの刻印はちょっとカリカリっと音がすると思うんですけど、これプリントじゃなくてちゃんと刻印されていて、このね質感とかも非常に高品位な感じがしてね、いい感じですよね。で、純正レンズの証、ここにね G と黒地にシルバーで G の刻印もされています。なんとも美しい佇まいでね、もう所有欲を満たすというかね、もう3本とも揃えたくなるようなレンズですよね。ここからその日の気分でレンズを手に取ってカメラ片手にサッと出かけて、動画や写真に収めたいシーンを高い描写力のこのレンズで切り取るっていうね、普段のライフスタイルがより一層楽しくなるんじゃないかなと思います。こう3本それぞれ使ってみましたけど、形はね同じでも焦点距離が違うことでそれぞれね非常に個性的なので、レンズをね選ぶのも楽しくなります。この α7C のような小型のフルサイズ機だとねとてもコンパクトに収まりますが、もちろん α7-3 とか今撮影しているね α7S3 のようなフルサイズ機でもマッチしますし、 APS-C ユーザーにもおすすめできるねとても使いやすいレンズです。
このようにソニーのレンズはラインナップが豊富でフルサイズにも APS-C 機にも対応しているので使い勝手がいいですよね。で、やっぱりこのね G レンズはソニーの純正レンズというだけあってソニーのカメラ本体の性能を最大限に引き出してくれるので、まだ使ったことない方はぜひねこういったレンズから試してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、そういったわけで本日はソニーの新しいレンズ3本 FE24mm F2.8G と FE40mm F2.5G と FE50mm F2.5G こちらの3本を紹介させていただきました。こんな感じでこのチャンネルではカメラやガジェットの紹介もしていますので、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またもしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。